それでは、エコアクション21の要求事項を見ていきましょう。要求事項その1、活動範囲についてです。エコアクション21に取り組む上では、その組織の全体を対象とすることが大切です。カフェテリア認証という言葉がございます。環境負荷の大きな事業や工場をその対象外としてしまっては意味がございません。原則として全組織、全活動を対象として取り組んでください。その2、課題とチャンスになります。企業の代表者が経営における課題とチャンスを整理明確にしてください。こちらは後から出てくる要求事項にも関連してなります。具体的にはこういった例が挙げられます。その3、経営方針の制約周知です。こちらも代表者が環境経営に関わる方針を制約してください。内容は以上6つを盛り込むことが要求されてきますが、その中に先ほど策定した課題とチャンスを導入するという形になっております。その内容を全従業員で共有するということが大切です。方針は理念と言い換えることができます。歴々の経営者が定めてきたように、皆様の事業にも経営理念というものが存在しているかと思います。環境分野においてもぜひ素晴らしい理念を決めていただき、従業員と心を一つに未来に向かっていっていただきたいと思っております。環境負荷の把握を見ていきましょう。現在、自分の事業がどういった環境に対する負荷を与えているかを特定していきましょう。特に特定する内容は以下の6つです。その他事業において重要と思われる項目とは、各々事業において特に環境負荷が大きいな、重いなと思われる部分を決めていただき、測っていくという形になります。チェックをしていく上ではですね、エコアクション21の事務局が出しているチェックシート、Excel の書式を使っていくのがシンプルかつ簡単かと思います。こういった使用量だけでなく料金も把握することができますので、経営についても活用していければと思っております。5つ目は環境関連法規に関してです。法律をまず守ること、その内容を一覧に取りまとめること、そして内容は最新のものになるように管理することが大切です。各自治体ごとの条例も忘れずにチェックをしてください。法令の内容は頻繁に変わっていくものになっております。一度確認したから大丈夫。5年前に確認したからまだいいだろう。そういったことにはなりません。知らず知らずのうち、無意識の間に罰則対象となってしまうことは避けていきましょう。法律違反には罰金が伴ってきます。廃棄物処理法といえば、最大で3億円以下の罰金が設けられております。企業にとっては非常に痛手となるこの罰金、そちらを受けないように適切に管理していきましょう。先ほども申しましたが、各自治体が出している条例も必ずチェックが必要です。法律よりも厳しい規定を設けていることがあるからです。法律を守っていたとしても、条例の規定に引っかかってしまう、こういったことはよくありますので、必ずチェックをするようにしていきましょう。6つ目は、環境経営目標計画についてです。環境経営目標と
環境活動における計画を作りましょう。その内容を具体的にするために、可能な限りの数値化を図っていきましょう。数値化して必ず把握する項目は5つが要求されています。その計画には具体的な手段、そして日程、責任者を決めるようにしましょう。その内容を全従業員で共有することがこちらも大切になってきます。